お嬢さん、本日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい、老後を楽しむ秘訣っていうテーマなんですけど、はい、YouTube でも老後というキーワードも一つ人気にもなっているようで、はい、で老後というと、人生の後半っていうふうに考えた時に、なんかこう物質的っていうよりはなんかこう心の豊かさとかを大切にしたいっていう人も多いのかなっていうふうに思ったんですけど、お嬢さんの視点でこう老後を楽しむための秘訣っていうのはどういった視点でお考えでしょうか？最近は就活っていう言葉もよく聞きますね。なんかもう40代50代ぐらい過ぎたぐらいから最近就活してんねんっていう、なんかそんな言葉をね、お寺にご参拝される方からも聞いたりするんですけど、50代で就活って流行らないっていう思うんですけど、就活なのか、老後を楽しむなのか、なんかこの言葉の使い方ってすごい大切なんじゃないかな。じゃあどこからが老後なんでしょうかって聞いた時に、50代って言われる方もいらっしゃるし、60代って言われる方もいらっしゃいますし、もう80以上の気持ちでいらっしゃると思います。どこからを自分で老後とセッティングするのかって、これすごい大事なことなんじゃないかなと思います。50代60代まだまだこれからやでって言ってる人はどこが老後なのかって考えていらっしゃると思いますし、じゃあもう50代から老後やなって言われる方はそのような活動になってしまうと思いますし、だから老いることっていうのはやっぱり人にとっては一つの宿泊って言われてる中の苦なんですよね。だから生老病死っていう言葉があるんですけども、生まれること生きることね、そして、老いること、病気になること、死ぬことっていうのを生老病死の、宿泊の宿って言われてるんですけども、思い通りにならないっていうことなんです。自分がやっぱり、気持ちが置いてしまえば体力も気力もやっぱ置いてくると思いますし、もちろん体もね、年を取っていけばだんだん体力も失ってはくるんですけども、でもやっぱり気力の方が大切なんじゃないかなと。だから置いていくから気力を失うんじゃなくって、気力をなくしていくから置いていくんじゃないかなって思うんですね。だから気力っていうのは本当に大切で、エネルギーそのものだと思うんですね。ということは、老後を楽しむためにはやっぱり気を充実させることなんじゃないかな。いくつになってもっていう言葉があるんですけど、本当いくつになってもやる気とかね、なんかやりたいこととかね、こういったことを実現させるぞとか、夢があるとかね、目標設定があるとか、そういったことを決めていただくことが老後を楽しむことになるんじゃないかな。なんとなく過ごしてて老後を楽しむことって多分できないんじゃないかなと思います。退職してとか、ある程度年が取ってじゃあ退職してとか、昔はね、人生60年って言われてた時代もあったように、やっぱ60からやっぱ老後と捉える時代もありましたけど、今なんかやったらもう60バリバリ元気な人ばっかりなんで、逆に60以上になっても退職しても働かなきゃいけないって、そんな時代にもなってると思うんですよね。ということはやっぱり60からの老後って考えるのか、70からの老後と考えるのか。でもそのためには60になっても70になっても気力さえあれば何でもできると思うんです。病は気からって言葉もあるように、なら老後を楽しむっていうことは、ある程度の目標設定や目的設定、もしくは夢を持つ。やっぱり一番大切なのは夢を持ち続けていただきたいですね。あとは童心を忘れてほしくないなと。ワクワクするとかウキウキするとかっていうことっていうのはすごく大切で、やっぱ子供心っていうかな、ピュアな精神性っていうのはやっぱどうせね、老後っていうのはもう子供になっていく、子供帰りしていくんだと思っていただいてもいいのかもしれない。だいたい人生っていうのは0歳で120歳まで細胞だけは生きるって言われてる、120年間は。ってことは60が折り返し地点であるのは確かなんですよ。ってことは0歳と120歳を比べていただくとなんとなくイメージがわかると思うんですけども、0歳っていうのは、生まれたばかりの赤ん坊、目が見えてないとかね、じゃあ120歳もう見えなくなっちゃった方とかね、でじゃあ歯が生えてない、もう抜けちゃった方とかで髪の毛が生えてない、もう髪の毛が抜けちゃったとかね、
でこうやって比べていくとまだ立てない、もう立てなくなったとかって比べていくと0と120ってまあ見た目は違いますけどイコールになってくる姿なんじゃないかなと。っていうことは60を超えたら、わがままになってしまったりとか、頑固になっちゃったりとか、ある程度なんか子供に帰っていくようなイメージを持っていただければね、そうするとやっぱりノーっていうよりも意思に従った行動を起こしてもらうことってすごい大切なんじゃないかなと。だから60を超えたらもっと夢持ってほしいし、やりたいことやってほしいし、でもそのためにはまあもちろん時間もお金も大切になってくる部分はあると思うんですけども、でもそのための準備っていうんやったら老後を楽しむっていう方に行けるんじゃないかな。いやこんな世の中だからそんなことできないよって思っちゃってる人はそのような形に行動を起こしちゃうんですよ。そうじゃなくって、いや60超えてこういうふうなことやってみたいって、そのための知識とか知恵とかを身につけていく、それに伴って行動を起こしていく。じゃあ実際そういう人たちもたくさんいらっしゃるわけから、なので、どんどんそれをね、どっからが老後っていうよりも気力をしっかりと夢を持っていただきたいなって思っております。ちょっとまだ別の視点なんですけど、はい、先ほどもその就活っていうお話もありましたけど、はい、極論言うと人が亡くなることって自決もできなくはないじゃないですか。だからそういう考え方ってどう思いますか？五生の大事っていう言葉があるんですけど、一昔前というか昔はね、五生の大事って言ったら自分が亡くなった後地獄に行くのか極楽に行くのかっていう、まあ極楽往生したいっていうそっちの世界にね、まあ、あの世ですけども、あの世の世界で楽しく生きれるようにっていうことで五生の大事っていうふうにまあ言われてたんですけども、最近の五生の大事っていうのはこの自分が亡くなった後にどうなるのかっていうのが心配で、例えば墓じまいが行われたりとか、お葬式していらんとか、子供に負担をかけたくないとか、だからそういった現実の方に五生の大事を持ってこられている方がいらっしゃるんですよね。だから亡くなってじゃあどこに行くのか分かんないから、現実の世界を子供に迷惑をかけないようにとか、やっぱり、お金を少しでも残しとかなきゃとか、墓もあると子供に負担がかかるからとかって、そういうことをやっぱ心配と不安されていることを五生の大事っていうふうにされている方が多いんですけど、やはりその皆が行くあの世っていうのはね、この生きてる人間は行ったことがない世界なんで、それは終わりの世界かもしれないし、まあそういった仏教とかが説いてる極楽浄土っていうのが存在しているのかどうかっていうのは行ったことないからわからないですけども、皆さんはでもそういった仏の世界に行けるのか、神様の世界、まあ、いろんな宗教の世界もありますけども、あの世っていう世界は必ず存在していると思うんですよ。でもあの世を作り上げるためにはこの世をどう生きるかっていうことの方が大切になってくると思うんで、やはりああよかったよ、私いろんなことできて、ね、いろんな人たちともたくさん助けていただいたり、いろんな人たちとも出会いがあってご縁があって、なんかやりたいこともできて人生楽しかったわってなくなるのか、それともなんか楽しくない、あれもできてない、これもできてない、こういうこともしたかった、こういう思いも実現できなかったって思ってなくなっていくのかっては全然違うと思うんですね。だからできたらそのあの世がどう、じゃあ途中で、自分のことをね、命を絶ってしまうようなこととかじゃなくって、じゃあどんな終わりがどういう世界に行けるのかっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。っていうことは過去よりも、まあ、未来よりもね、この世界今をね、今この瞬間を大切にしてもらうことがすでにその亡くなった世界を作り上げてるんじゃないかなと思っております。まさに死に方ではなく生き方の方に意識を持っていくというか、はい、だから死ぬことを考えるよりも、就活というね、死ぬこと考えて生きるよりも生きることに視点を向けてもらうと、まあいい死に方とは言いませんけどね、まあでも自分が描いた中で亡くなっていけるっていうか、命終わる時が、寿命が尽きる時が来るんじゃないかなと思います。
なので今を大切に楽しんで生きていただけたらと思いますね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。